すごい片付けるの苦手で、全然どうしたらいいか分かんない。一つ一つが家族みたいな存在なので、いるものなので、お家にまた戻さないといけないですね。どうしようか。日本屈指の繁華街、大阪・ミナミ。かつてタレントの春菜愛さんも在籍していた人気ニューハーフショーハウス、ジョーダンパブ。今回の依頼者はこちらのお店で働く朝宮咲さん。ジョーダンパブきっての人気者です。私すごい汚い部屋に汚い部屋って言ったらダメ、ゴミ屋敷じゃない物屋敷に住んでて、そんな咲さんの自宅を訪ねました。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。さっきです。すいません、ちょっと狭いくて。失礼します。足の踏み場もないほど散らかっていました。ただ今ざっと見ると、はい、お人形と衣類そうですねがすごい多い感じです。はい、めっちゃ好きなんですよ、人形。だから一個も捨てたくなくて、はい、人形はちょっと捨てない方向で行きたいですね。ああ、そうですか。一つもですか。すごい思い入れがあって、もう家族みたいな存在なのでちょっと捨てれないんですよね。すごい愛が深い方なんだなと思いました。すごいものとしてじゃなくて、お人形さんもコレクションではなく、本当に家族として接してらっしゃる、扱ってるじゃなくて接してらっしゃる、心の清らかな素敵な方だなと感じました。こちらの部屋でどのように暮らしているのか、咲さんの普段の生活を覗いてみると、咲さんのルーティーン、それは荷物を移動し居場所を確保すること。そこでメイク、食事、着替え、すべてをこのスペースで行います。せーの、ジョーダンパブ、ジョーダンじゃないよ。ゴミ屋敷きれいにしてください。お願いします。ただいま。荷物を移動させて、今度は寝るスペースを確保します。幼い頃から片付けが苦手だったという咲さん。初めて自分の性別に対して違和感を感じたのも人形がきっかけでした。なんかリカちゃん人形とかで遊ぶの好きやったんですけど、これは女の子の遊びなんやっていうのを知った時すごいショックでした。普通の男の子って興味ないんやなと思って、あんまり泥んこ遊びとかもしてないし、なんか馴染めなくって、小学校のほんと低学年ぐらいまで女友達しかいなかったんですよ。でもあの子女っぽいねって言われたりするので、やっぱ隠すようになってきて、中学年ぐらいからは男の子の友達作るようになって、
てうん無理やり合わせてたって感じですかね。辛くなかったですか？そういう大人になってからよりちっちゃい時の方が辛かったかもです。なんで自分はこんなんなんやろ。両親や兄に心配をかけまいと自分に嘘をつき、男として生きてきたサキさん。しかし服飾の専門学校に通う20歳の時に転機が訪れました。友達がこういう公園があるから行ってみるって言ったのが、そのなんか性同一性障害の公園やって、で自分はこれかもしれへんと思って、なんかそういうのをお母さんに説明して、そのなんか男として生きていきたくないっていうのをお母さんに伝えて、で性転換もしたいし、女性として生きたいってお母さんに言いましたね。その時お母さんの反応とかって覚えてらっしゃいます？やっぱりそうなんやって言ってました。逆にお父さんがめっちゃびっくりしてました。もうお父さんも気づいてると思ってて、化粧もしてるし、全然髪も伸ばしてるから、全然分かってなくて、お父さんもすごいびっくりしてました。25歳の時にタイで性転換手術を受け、晴れて女になったサキさん。帰国後、人生を変えるショーと出会いました。私が人生で初めて見たニューハーフのショーがジョーダンパブやったんですけど、みんなめっちゃ生き生きしててキラキラしてて、わあすごいなって思いました。綺麗で。ニューハーフのショーパブっていうのはニューハーフじゃないと立てない舞台なんで、どうせならなんかそれを生かした仕事がしたいなと思って始めました。まだ右も左もわからないサキさんを時に厳しく、時に優しく指導してくれたのがママです。ママしか頼れる人もいなかったし、ママ優しいし、ママにずっと話も聞いてもらったりして。サキさんにとってまさにママは恩人。プライベートでも2人はよく一緒に遊んでいましたが、じゃなくなる前はね、よく来ていただいてたんです。よく言ってました。で、たまに人形倒して怒られてました。今の状態は誰も見たことないです。入れてくれないです。もう一度ママを自宅に招きたい。それがサキさんのささやかな夢。人形と洋服が散乱した部屋は果たしてきれいに生まれ変わるのでしょうか。片付けのプロ集団、関西クリーンサービス。作業の手順としましては、この通路ちょっと確保したいので、わかりました。出せるものをちょっと出します。はい。傘はそこで傘立てだけ残しておいて。引いていきますね。これはイルブル、箱入れ。はい。いるですね。はい。残すものは段ボール箱へ、捨てるものはゴミ袋へ入れていきます。これいいですか。サキさんの判断スピードどうですか？比較的スムーズではあるんですけれども、まだこの幅なんでね、奥に行けば行くほど結構もう少し早くしていただかないといけない可能性があります。量がかなり多いので。サキさん、いるいらないってどういう基準で選んでらっしゃるんですか？なんか友達の服、店で買った服とかはやっぱり大事にしときたいし、なんかすごい片付けるの苦手で全然どうしたらいいか分かんないですね。それでも1時間ほど作業を続けると、
きりしこんな広かったんですね、ロープが。久しぶりに見ましたね。どのくらいぶりですか3年とかですかね。ところがここで別の問題が。の部分の仕分けをしているって言ったものをここにとりあえず今避けていってます。いるものなのでお家にまた戻さないといけないですね。なのでちょっとどうにかして収納を考えて入れていかないと結構もうほとんど服です。どうしようか。結構やっぱ間取りに対しての服の数が全然比例してないね。そうやな。まあでもとりあえず今は圧縮袋的な。衣類を袋に詰めて掃除機で真空パック。この方法で体積を3分の1ほどに圧縮できます。これ1袋でお洋服7、80着。そうなんですか。おすすめの収納方法でもあります。そしてさきさんが捨てられないと言っていた人形は弊社の方で買取サービスを行っていますので、買取査定の方させていただきます。それで、買取金額出させていただきますので、それでご納得いただけましたら買取させていただいて、次の大切にしてくださるオーナー様につなぎますので、それやったら安心ですよね。ご家族様を。よかったね。なんかお母さんにあげようとまだまだ眠ってます。お母さんにあげようと思って買ったのに。ちなみにいつ頃あげようかなと思ってたんですか？5年ぐらい前。やっとあげれますね。5年越しで。はい。見てください、これハンガーの数。いっぱい洋服がかかってたってことですね。これは結構捨てますよね。捨ててますよ。クローズってこんな広いん。ちょっと一旦逃がしますね。これ抜けへんようにだけ気をつけて。引き出し入ってるから。そうです。両方出るからこれ最後。はい、わかりました。はい。片付けのめどが立ったところで買取部門の担当者が到着。一つずつくまなく査定させていただきます。買い取りできるお片付け、関西クリーンサービス。作業開始からおよそ8時間で清掃は完了しました。すごー。綺麗。お風呂もやってくださったんですね。わ、すごい。嘘みたいに。すごい綺麗。嘘みたいに綺麗です。はい。ではやっと作業の方終了いたしました。ありがとうございます。お片付けさせていただいた中から、いろんなお品物出てきたんですけれども、弊社リサイクルショップ海保の上部が全て値付けとご説明させていただきます。はい。まずこちらの方ですね。カーストングレースの方が、8000円でのお値段がついております。はい。わかりました。ありがとうございます。
で少しスケールの大きくなるネオブライスの方ですね。こちらの方が、12,000円での買い取りとなっております。他にもですね、リカちゃん人形であったりとか、ちょっと一体一体でお値段つかないものも、あったんですけれども、もうすべて合わせまして合計で17万5,000円での買い取りが可能となっております。山買いという風で、させていただいておりますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。お話伺っていかがですか？そんなにもらえるんだなと思いました。自分で売る手間とか考えたらいいのかなと思って、で可愛がってくれる人のところにもらっていただけるんやったら嬉しいです。さきさんから買い取った人形をリサイクルショップ開放堂で販売したところ、そのほとんどは2ヶ月ほどで売れました。めちゃくちゃ綺麗に掃除してもらって、めっちゃ丁寧にされてるところを見て、めっちゃ信頼できる会社なんだなと思いましたし、なんか人形に別に興味なさそうな従業員の方もすっごい丁寧に誇りを払ってくださってて、めちゃくちゃいい会社やなと思いました。ありがとうございます。任せてよかったなと思いました。ありがとうございます。しかしまだ課題が残っています。共用部に仮置きしていた捨てないものを部屋に戻すと、まだまだ荷物が多く、居住スペースを圧迫してしまいます。清掃から3ヶ月後、もう一度さきさんの部屋を訪ねると、すごい。もう見た感じからだいぶ変わりましたね。段ボールの中身を3割ほど処分し、残った分は衣装ケースに収納することで十分な居住スペースを確保していました。残ってる段ボールも全部捨てて、自分でちょっと断捨離もまたして、で3日に1回ぐらい掃除機もちゃんとかけてきれいに保つようにしてます。本当に親切にもしていただきましたし、めっちゃ綺麗にしていただいたんで、これもう一回汚したら失礼やし自分のためにも綺麗なのを保っていこうって思いました。この日、さきさんは大切な人を部屋に招待しました。おはようございます。それで間違えましたね。久しぶりこの部屋来るのね。さきさんの一番の理解者、ママです。あらー、もう綺麗になって綺麗。わあ、相変わらず人形山盛りやけど、こうやって飾ったら綺麗やんね。こうやって3人ぐらい寝れるやんね。そうですね。ありがとうございます。お疲れ様。すごい、さきさん。多いわ。ほら。ママすごいさ、すごい顔ちっちゃい。ママがもうちょっと出てきてほしいって言って。めっちゃ呼べるんやと思って、私たちでいいの？奇跡が起こった。私たちでいいの？こっちじゃなくて。こうしてさきさんのささやかな夢が叶いました。